こんにちは、ケイです。今回は可愛いお家をスケッチしましたので、私なりの描き方を紹介いたします。それではスタートです。まずは点線画から描いていきます。最初は上から描いていきます。屋根の横の今煙突みたいな、煙突じゃないか。隣の建物との境目みたいなところを描いておりますね。左側も目安として、隣の建物の線というか、場所を決めてから、屋根の大体の大きさを描いてって、今そして屋根の模様を描いてってるところとなります。この屋根の模様の線というか、縦線の部分ですね。こちらは、スケッチを参考にしたお写真の縦線と、数は全く一緒っていうわけではなくて、結構適当に書いてます。なので、全く一緒に書かなきゃいけないって思うと大変だと思うので、適当な感じで書いていくのが、自分も書いてて楽しいと思うし、書き切ることができるので、いい意味で適当に書いていくのがポイントかなと思います。縦線を書いたら横線を書いていくような感じで屋根を書いていくと、なんだかちょっと瓦屋根っぽい感じのがね、表現できるので、それの横線もちょっとふわっとした感じで半円っていうかのような線で描いていくと、より瓦屋根っぽい感じになるかなと思います。で、今建物の2階の部分の線っていうか、そういった部分を描いて、で下に向かって線を描き進めているところとなりますね。途中なんか手を使って大体の大きさを決めてったところがあったと思うんですけど、こちらはその屋根、今描いた一番上の屋根の部分と見て、一番下の位置がどれぐらいなんだろうっていうのを、なんとなく人差し指と親指で屋根との位置と、こう、なんていうんだろうな、目安になるような感じで実際のスケッチしているところにこう手で当てていくと、なんとなく大きさのバランスがわかるので、私はよくそれをやっていますね。で、今その屋根から描いてって全体的に形を描いてったって感じになりますね。で、細かいところを付け足していこうかなって思った時に、ドアですね。ドアの部分を描いていくことにしました。なんかこういった特徴的なものだったり、その自分がこの絵の中で好きだなって思う部分、そういった部分から付け足して描いていくっていうのとかもいいかなと思います。今回私はこのドアが好きだなって思ったから結構最初の方に描いたのと、あとは結構大きな面積をドアって占める部分だと思うので、結構最初の方に書いておくと、この後他にも窓とかそういったものを書くときに、このね、ドアの位置を参考にして線画を描くことができるので、最初の方に書いておくっていうのはおすすめかなと思います。で、さっきちょっと言い忘れちゃったんですけど、建物の形、大枠を屋根から下に向かって描いていくときに、緑の植物というか、そういったものも描きながら描いていくと、描きやすいかなと思います。なんとなく位置がそれで照明の部分とか細かいところの位置が分かりやすいので、結構植物とか、グリーンっていうんですかね。グリーンの部分は描いていくようにしてますね。だけどこのグリーンの部分って結構描くのが難しいなって感じる方も多いかなと思うんですけれども、私も最初の方は慣れなくって、グリーンってどうやって描くんだろうって感じだったんですけれども、結構ね、大雑把でいいです。バシャバシャバシャみたいな感じで描いていくと、結構それっぽくなるというか、適当に結構元のお写真よりも大雑把に、しかも多めの広い範囲で描いてあっても全然違和感ないかなとも思います。なので、グリーンでごまかすというか、本当はもっと書かなきゃいけない部分とかあるかもしれないけど、グリーンをブワーって書くことで、なんとなく書かなくていい部分を省略できるというか、そういった役割にもなるかなと思うので、
ごく大雑把に描いていくのは、初心者のうちというか、絵を描き始めたばかりだったり、絵を描くことに慣れてないとか、スケッチすることに慣れてないよって方にはおすすめかなと思います。で、大体ね、今は、さっきは屋根上から描いたけど、ドア描いたことによって、そのドアの部分を目安にして、下から上に向かっていく感じで、窓がね、描いてってる感じとなりますね。でね、私はね、結構ね、横とかの線描くときとか、結構、線ぐにゃーってなっちゃったりとかするんだけど、線はね、変にね、まっすぐ描かなきゃって思わなくっても全然 OK です。縦線みたいなね、こう窓の枠だったり、今描いてる窓の格子模様というか、そういった部分は定規使って描かなきゃって思わなくって、全然 OK で、逆になんて言うんだろうな、線がフリーハンドで描くというか、そういったのがスケッチの味かなって思うので、そういった感じで、ラフな感じでね、肩の力を抜いて、線は曲がっちゃっても失敗しちゃってもいいんだと思いながら描いていくのがポイントかなと思います。で、ただいまはですね、よりね、細かいところを追加していきたいなといった感じで、線の色を濃くしつつ、左側の建物の部分とかをちょっとね、軽く模様を描いたりとかしてましたね。それで今、その屋根の下の、屋根の部分に当たる部屋、これ、なんていうんですかね、あれですかね、屋根裏部屋みたいな感じなのかな、このお家は。の部分を描いてってるところとなります。もうここぐらいからは、もうだいぶ他のところがね、描いてある状態だから、すごい描きやすいですね。他の描いてある部分を目安にして線を描いていけばいいので、それを目安にして描いていきましょう。窓の線というか、格子模様というか、枠っていうんですかね。結構今回の窓は黒っぽい感じの色だったから、何度も線を上からぐりぐり引いちゃって描いていきました。そうすることで色塗りの時に、ここはこういう色なんだなっていうことがわかるので、目安にもなるかなと思います。それで今、屋根の模様を描いてっておりますね。ここからは本当先生が完成に近づいてきたなって感じなんですけれども、地面のね、タイル模様というか、そういったものを追加してっております。これも屋根の瓦屋根とあれと一緒で、タイル模様もお写真通りに描かなきゃって思わなくて全然 OK です。でね、ここで修正液を使って、ちょっと失敗しちゃったって線がね、実はあったので、修正液で消します。どうしようもなく、すごい気になるなって思った線がね、あった時には、修正液は全然使って OK だと思います。それでは、水彩絵の具で色塗りに入っていきます。水彩絵の具は、ウィンザー&ニュートンさんの水彩絵の具を使っております。最初は、ウルトラマリンですね。ウルトラマリンという濃い青の水彩絵の具と、これはビリジアンかな？濃い緑のね、鮮やかな緑があるんですけれども、こちらの緑を混ぜて色を作りました。
それで今、その特徴的な可愛らしいドアですね。こちらのドアに、その深緑のような色を塗っていってるところとなりますね。次はね、バーントシェンナ。こちら、普通の茶色、王道の茶色のような色なんですけれども、こちらを今作った青緑のドアを塗った色ですね、に混ぜました。それで、ウルトラマリンも少し混ぜて、グレーのようなね、青みが強いグレーみたいな色を作りました。青に茶色ってあんまり混ぜること少ない、色を作るときにあんまりしない組み合わせの人もいるかなって思うんですけれども、青と茶色を混ぜるとグレーのような色が作れるので、私はグレーっぽい色を作りたいときにはよくこの色の組み合わせで色を作ります。それを窓の枠ですね、この格子模様のところに塗っていきます。そこそこ細めの筆で枠をね、なぞるような感じにして塗っていくっていうのがポイントかなと思います。結構カメラが今ね、すごいカメラというか動画が売れてる印象を持った方がおりましたら、ちょっとすみません。いろいろね、撮り方とかも研究してるんですけれども、なかなかね、動画撮るの難しいなとね、試行錯誤もしてますね。続いてはね、赤オレンジのようなカドニウムレッドとイエローオーカーっていう黄土色のような色、こちらを混ぜた色を作りました。これをね、屋根の部分の色に塗っていきます。明るい茶色みたいなね、色がね、出来上がったかなと思います。でね、2階の窓のところの花壇のところですね、そこの茶色もこちらで塗っていき、あとは地面の部分の緑の花壇、これも花壇かな、そういった部分だったり、ドアの下のちょっとドアマットみたいな感じの部分とかにも茶色を塗っていきました。要するに結構ね、絵のね、茶色を感じる部分があったら全部塗っていくっていった感じですね。今回は屋根のために作った色だったんですけれども、そういった色があった時にパレットに茶色が残っているみたいな時は、この絵に他にこの茶色を塗れるところないかなみたいな感じで、一旦それでここ茶色だなってなんとなくね、仲間を探してあげるというか、で塗っとくっていうのがいいと思います。同じ茶色じゃなかったとしても、なんかあえて塗っておくっていうのがいいかなと思います。そうすることで、この後色を塗り重ねるとき、色を調整していくときにも、ここの茶色もうちょっと濃い茶色だなみたいな感じで目安にすることができるので、同じような色があったときには最初のうちに塗っておくっていうのはとってもおすすめな方法かなと思います。こんなでね、話しているうちにちょっとずつパレットに残っている色を自分の感覚で混ぜてって色をね、塗り重ねていきながら、新たなところもなんとなく塗れそうだなって思ったところを塗っていったといった感じになりますね。そう、今ね、屋根の茶色、もともと塗った茶色にもね、多分バーントシェンナだったかなを混ぜて、まばらに塗る感じでね、質感を出しながら塗っていきました。そうすることで屋根のちょっとボコボコ感っていうか、そういうのがね、ざっくり伝わった色になったかなと思います。続いて、グリーンの色をね、今作ってるところですね。明るい緑のね、サップグリーンというね、色を、この絵のね、グリーンを感じる部分に今ざっと塗ってってるところとなりますね。細かいところは結構ポンポンポンといった感じで筆を置きながら塗っていくっていうのがいいかなって、植物っぽくなる塗り方だって思うんですけれども、多分他の動画でもね、そうやって紹介したことがあったんだけど、建物1階部分に差し掛かっている緑の部分って言ったら伝わりますかね。こちらの部分はね、結構ザザザみたいな感じで、
筆をこう斜めにしてザーザーザーみたいな感じで塗ってったんですけれども、広範囲にこう緑を塗るときは、あえてザザザザみたいな感じでラフに塗っていくのも結構ナチュラルに色が塗れるポイントかなと個人的には思います。で、どんどん色をね、なんとなく濃くしていくときとかは、その下の色を活かしながらポンポンポンみたいな感じで上から乗せていくイメージで色を塗っていくとちょっと緑っぽい感じになるので、緑とか植物の葉っぱ感というかそういうのが感じられる絵になるかなと思います。そして今はカドニウムイエローっていうなんか山吹色みたいな色にカドニウムレッド、さっき使った赤オレンジですね。こちらを混ぜた色を作って光を感じる部分に塗っていったと感じになります。カドニウムイエローだけでもいいんだけど、あえてそこに赤を混ぜることでちょっとオレンジ黄色みたいな感じの色が作れるので、かつ温かみがねある感じがね表現できたかなと思っております。黄色とね赤の色を調整しながら今ね再度色を作って塗ってってますね。ここで追加でね、濃い緑のビリジアンですね。こちらの色を混ぜまして、もともとパレットにあった緑にね、混ぜて、再度緑の色を重ねていきました。結構今はね、ランダムにザザザって感じで塗ったり、ポンポンポンとね、置く感じで塗ってって、絵の具をね、ちょっと活かしながら塗っている感じになりますね。濃い色を重ねるときには全部塗り切らないイメージで、なんとなくスケッチを参考にしたお写真を見て、ここ濃い色だなって感じるところだったりとか、下半分とか縦の場合だったら横半分みたいな感じで塗っていったりとか、まばらにして塗っていくと、それっぽく明暗がね、なんとなく表現できて、より葉っぱというか緑だってことがね、葉っぱのグリーンだってことがね、伝わる絵になるかなと思います。だいたい色がね、塗れてきたなって感じなんですけれどもね、次は何を塗るんでしょうか。そうですね、ウルトラマリンっていうね、濃い色、濃い青ですね、を取りまして、ちょっと水多めにしてね、塗っていってるところとなりますね。こちらをね、ドアの周りのちょっと影を感じる部分だったりとか、あとは照明のちょっと光の当たってる部分の横にはやっぱり影を感じるので、そういったところに塗ってったりとかしてますね。私はね、影をね、単体に塗りたいみたいな時は、青をね、直接薄めに伸ばして塗るってことがね、よくやりますね。今回はね、建物のこのメインの色っていうのかなが白っぽい色なので、点線画で失敗しちゃった修正器のところ、修正器を使っても目立たない感じになったので、そこが良かったかなと思います。逆に修正器使っちゃうと、修正器の上からは絵の具が塗りづらくなってしまう時もあるから、そこだけが注意が必要かなって思います。今回のような白を活かしながら塗れるところの線を失敗しちゃったよって時とかで、うわめっちゃこの線気になるって時は修正器で全然使ってっていいと思います。今その青を使ってね、なんか他の色もね途中混ぜたかなって思うんですけれども、色を混ぜながら影の色を調整し終わったところとなります。続いてね、セルリアンブルーっていうね、明るい空のようなね、
水色のような青のようなね、中間のような色があるんですけれども、それを結構水たっぷりめに塗って、空の色を塗りました。私はね、このセルリアンブルー一色で塗る空の色が好きなので、よく使いますね。うっすら塗るだけでも、なんとなく雰囲気が出るので、ナチュラル感というかラフ感を出すためには、おすすめの色の塗り方かなと思います。ここからは水彩ペンを使って色塗りをしていきます。水彩ペンは、ブタケさんのジグクリーンカラーリアルブラッシュを使っております。今使っている水彩ペンは、濃いグレーの水彩ペンで、茶色がね、少し混じったような色の水彩ペンになります。こちらの色を使って、窓の枠ですね、格子模様になっているところの色を濃くしてっております。こちらの水彩ペンは、ペン先が筆のようになっているので、こういった感じでね、描くような感じで、ペンのようにして描きながら色を塗っていくみたいなことができるので、水彩絵の具で塗った後に、ここの色を少し濃くしたいなとか、ダイレクトに色を濃くしたいなって思った時に便利だなって思います。もちろんね、水彩絵の具で色をね、引き続き重ねていくっていうのでも全然 OK です。それで今ね、屋根裏部屋っての部分っていうんですかね、3階部分ですね。こちらの水彩ペンは青みのあるグレーのね、色をね、使っていきました。お写真を見ると、こちらはちょっと下の窓、1階2階の窓とは少し色がね、違うなって感じたので、違う水彩ペンを使って色をね、塗っていきましたね。で、今はね、ドアの部分も、こちらのブルーが入ってる水彩ペンをね、使ってね、ちょっと色をね、濃くしてみました。そして続いて茶色の水彩ペンですね。こちらを、ドアのなんか、真ん中にあるプレートみたいな部分とか、ドアマットの部分のだったりに、塗りました。そして今ね、薄いグレーの水彩ペンを使って、ドアの周りのね、影になってるところをね、色をね、濃くしていきました。そしてまたね、ブルーグレーの水彩ペンを使って、地面のね、タイル模様のここ濃いなって思ったところに色をね、重ねていきました。この水彩ペンだけだと結構目立ってしまう時があるので、そういった時は、水のついた筆で馴染ませてあげるといい感じにね、もともと塗ってある水彩絵の具と馴染ませることができます。そして今ね、黄色の水彩ペンで光のね、部分をね、ちょっと目立たせました。お写真を見るとね、そこまで黄色でないよって思うかもしれないけど、大雑把にね、黄色をね、混ぜることで、なんか、より光感がね、感じられると思うので、私は結構ね、鮮やかな色をね、塗りたいなとか、明るい色塗りたいなって思った時はね、結構ね、オーバーに黄色を塗ることが多いかなと思います。でね、最後にちょっと空の色がね、窓に反射しているなってところは、水色の水彩ペンで色をね、重ねていきました。で、あとはね、今グレーの水彩ペンでちょっと影の色を調整しているところとなりますね。そのね、グレーの水彩ペンは結構ね、薄いので、水彩絵の具の上にダイレクトに塗ってもそこまであんま影響がないので、私はよく使いますね。これでね、水彩ペンでの色塗りも完了して、無事に色塗りが完成しました。可愛いお家をスケッチしてみました。そのね、私なりの描き方を今回動画で紹介させていただきました。私のね、今回紹介した描き方がこれから可愛いお家を描いてみたいとか、
ちょっと建物スケッチにね、挑戦してみたいんだって人の参考になりましたら大変嬉しいなと思っております。今回の動画の内容は、ブログの記事にもね、する予定なので、もしそちら完成したら、動画の概要欄に記事のリンクを貼っておきますので、文章でじっくり読みたいなって思っていただけた方は、そちらからぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは、こんな感じでスケッチについて発信しております。今後の動画にも興味を持っていただけた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今回の動画や今回描いたスケッチが良かったよって少しでも思っていただけましたら、グッドボタンも押していただけましたら大変励みになります。そしてスケッチしてほしいものとか、なんか絵に関することでね、お話ししてほしいなって思うことがありましたら、ぜひコメントで教えてください。今回の動画の感想もお待ちしております。それではここまで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。